んにちは、池田真子です。今回はシーインの購入品を紹介していきます。今回はシンプルなんですけど、ちょっと一癖あるようなデザインのものを選んでいて、どれも着回しやすいので、ぜひお買い物の参考にしてください。で、今回紹介するアイテムはほとんど2000円前後とお手頃で買えるんですけど、その中でも高見えするようなものを選んでいたりとか、3000円以上から使えるクーポンも用意していただいているので、ぜひそちらもお使いください。ではまずこちら、フリフルのグレーのニットです。こちらは結構しっかり濃いめのグレーのニットになっていて、全体的に程よく糸りがあります。で、首元は襟になっていて、ここのボタンがねゴールドになってるんですけど、これがすごいポイントになって可愛いです。あと袖もこんな感じで程よいボリュームがあります。こちら身長160センチで M サイズを着ています。もともとがゆったりとしたシルエットになっているので、ジャストサイズぐらいで着てもいいかもしれないですね。今回はちょっとゆったりめに着ています。で、ボタンを留めた状態でも首元が全然苦しい感じもないし、お好みでちょっと開けてきたりしてもいいと思います。開けて着るとさっきよりもちょっとだけ抜け感が出ますね。でもボタンが可愛いので全然閉じてきてもいいと思います。で、こちらのニットは生地もすごい軽くて柔らかいので着心地もいいし、全体的にゆったりとしたシルエットになっているので、中にもたくさん着込みやすいと思います。ちょっと厚手のインナーとかも全然着られると思うし、腹巻きとかしてもごわつきにくそうです。これはもうシンプルなんですけど、ちょっとこのボタンの華やかさのおかげで地味になりすぎないっていうのがいいと思います。続いてこちら、デイジーのロングスリーブカーディガンです。で、こちらは前から見るとシンプルなベージュにちょっとボタンがポイントになったカーディガンになっているんですけど、後ろを見るとこんな感じで、こちらのニットはこのリボンがついています。なのでちょっと一癖あって後ろ姿も可愛く着られるようなカーディガンです。で、生地も程よく厚みがあってすごく柔らかくて伸縮性も高いです。こちらも M サイズを着ています。袖も指がちらっと見えるぐらいで、これも実際着ると全体的に糸りがありますね。で、こちら後ろがこんな感じでリボンで結べるようになっています。なのでこの結び加減によっては、この前から見る時のウエストの部分っていうのがメリハリが作りやすいので、すっきりとした印象で着られます。なのでこの下のボタンとか開けてきても可愛いかもしれないですね。こんな感じで前から見た時も抜け感が出るし、あと後ろ姿も可愛いです。これはもう今みたいなハイウエストパンツと合わせてこういう風にリボンをすると、ウエストの位置が後ろからも高く見えるのでスタイルアップすると思います。デザイン的にはシンプルなんですけど、ちょっとシンプルすぎると物足りなさを感じるという方は、シーインだったらちょっとこういう一癖あるものとかが結構見つかったりするので、ぜひ検索したりして探してみてください。続いてこちらです。デイジーのストライプ柄のセーターです。こちらはブラウンとブルーの組み合わせがすごい可愛くて、他にもこのブラウンとピンクとか、ここがグレーのタイプもありました。そこまで厚みがあるわけではないんですけど、起毛素材になっていて、すごい触り心地は気持ちいいです。あと柔らかくて、こちらも伸縮性がすごい高いですね。あと合わせて靴も紹介します。こちらスクエアトゥアンクルブーツです。こちらはしっかりと光沢感のあるようなブーツになっています。で、先がスクエア型になっているので、足の幅が広めの方でも履きやすいと思うし、あとこのヒールも結構しっかりと大きめになっているので安定感がありそうです。で、内側がジップになっているので、こんな感じで着脱もしやすいと思います。この内側は起毛素材ではないので、冬に限らず秋とか、春前ぐらいまで履きやすいと思います。まずニットを着るとこんな感じです。これは S サイズを着ているんですけど、もうそもそもが結構大きいサイズになっているので、十分とゆったり着られます。で、首元は結構しっかりと開いているので、ちょっと上げて着るとか、あとは見えても大丈夫なインナーとかと合わせると安心だと思います。こういうちょっと内側とかが見えちゃうと、若干この縫い目とかは気になるかなと思うので、ちょっと極力見えないようにこんな感じで着ると綺麗に着られると思います。長さ的にはお尻周りがもう全部隠れるぐらいの長さです。で、ブーツの方は全体的に幅が広めの作りになっているので、窮屈さっていうのを全然感じずに履けます。あとはこの下のヒールの部分も結構大きい四角い形になっているんですけど、それによって安定感があります。高さも高すぎず、すごく歩きやすいです。
はい、横から見るとこんな感じで足首周りもこう幅が広いので、なんかこうファスナーが当たって足が痛くなったりとかする心配もないと思うし、厚手の靴下とかも履きやすいと思います。ただ外に出てみないとまだわからないですけど、若干、このちょっとつるっとした床とかで履くと滑りやすい気がするので、雨の日とかはちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。はい、続いてこちらデイジーのアウターです。はい、こちらは前に大きいポケットがあって、あと首元はちょっとコーデュロイ素材の襟がついています。結構カジュアルな印象のジャケットですね。はい、こちらは M サイズを選んでいるんですけど、羽織るとこんな感じです。でこのジャケットはなんか想像以上にしっかりしていました。この中にしっかりと綿が入っているのか、このなんかふっくら加減っていうのもしっかりしているし、思った以上に高見えするなっていう風に感じました。はい、裏はこんな感じです。こう触った時に本当にしっかり厚みがあるので、これはもう本当に寒い日とかでもあったかそうです。で手首周りはゴムになっているので風も通しにくいですね。はい、引きで見るとこんな感じで、結構丈は短めでちょうど骨盤あたりまでの長さぐらいになっています。なのでこう中途半端な長さでワイドパンツとか履くと全体的にこうボテッとして見えがちなんですけど、今ぐらいの長さだったらこういうワイドなシルエットのパンツと合わせた時でもバランスが取りやすいです。このポケットはボタンがなくてそのままサッと入れられるので、大きさ的には全然スマホとかも入ると思います。今まで結構いろんなシーンのアウターを試してきたんですけど、どうしてもこういろいろ見ているとこう生地の感じとか、あとはこう縫い目の部分とか気になったりとかすることはあったんですけど、これはもう本当にどこ見てもすごいしっかりしてるなっていう風に感じるので、こう気兼ねなく着れるようなカジュアルなジャケット欲しいっていう時にぴったりだと思います。これは想像以上に良かったです。はい、続いてこちらです。フリフルのトップスです。こちらはカラーが7色展開になっていて、今回グレーを選んでいます。はい、まずこのトップスの上部分はこんな感じでちょっと長い毛がたくさんついていて、で下がこんな感じでちょっとこうクシュッとしたようなボリューム感のあるデザインになっています。はい、こちらは M サイズを着ています。はい、これもデザインがすごい可愛いですね。着た感じでいくとなんか S サイズでも良かったかなっていう気がします。この中もゆったり着るっていうんだったら今ぐらいでいいと思うし、逆に今ぐらいピタッとしたものと合わせる場合は結構もうちょっとこうコンパクトめに着た方がすっきりする気がします。でもこれ1枚重ねるだけでちょっとこうトレンド感っていうのも取り入れられるし、何よりこのウエストの部分でこう切り替えがあるので、すごいウエストの位置が高く見えて足長効果もあります。ちょっと可愛らしい印象のものを着たいという時にぴったりです。でもこの首元がしっかりと深めの部位になっていることで、そんなにこう可愛らしすぎるような感じにはならないので、大人でも程よく可愛さを取り入れられる一枚だと思います。はい、続いてこちら同じくフリフルのニットのトップスです。これは結構生地に厚みがあるニットになっていて、持った感じもねすごい重量感があります。はい、こちらは S サイズを着ています。これはさっきよりもう少し可愛らしい印象になるようなトップスですね。でこの肩の部分はリボンで結べるようになっていて、で下はさっきよりももう少しこう丈があって、ちょっとこうチュニック的な感じで着れるようなものかなと思います。でこちらはこの胸下あたりからもうボリュームがあるので、めちゃくちゃ足が長く見えます。すごい全体的にこう重心が上がって見えますよね。でこのリボンの加減も今ちょうどこう真ん中ぐらいで結んであるんですけど、ちょっとこう前に持ってくれば持ってくるほど可愛らしい印象になると思うし、逆にちょっと後ろ気味で後ろに垂らすような感じですると、もう少し前から見た時にすっきりした感じで着れると思います。このリボンの結び加減でも印象が変わりやすそうです。でこれももう生地自体はすごくしっかりしているので高見えすると思うし、ちょっとガーリーな感じの服が着たいなっていう時にいいと思います。はい、続いてこちらベロア素材のセットアップを選びました。これが上のキャミソールになっていて、で下は同じベロア素材のパンツになっています。でこちら裏地はすごいつるっとしていて、結構こう生地も薄手になっていて涼しい感じで着られるような素材です。なので秋ぐらいから着れるぐらいな厚さだと思います。でもこのベロアの光沢感もすごい綺麗だし、物自体もすごい高見えすると思います。でちなみにこのキャミソルダーの肩紐も調整できるようになっているので、結構こういうものって調整できないと長すぎたり短すぎたりっていうのがあって着にくかったりするんですけど、これ調整できるのは助かりますね。でこれだけだとちょっと真冬には寒いかなということで、合わせてこちらも紹介します。
デイジーのレギンスパンツです。でこちらもカラー展開が結構たくさんあったんですけど、その中からコーヒーブラウンを選んでみました。表面はすごいつるっとしていて滑らかな触り心地です。で裏がちょっと起毛素材になっていて暖かい生地になっています。この生地の厚み自体はそんなに分厚すぎないので、結構いろんなパンツの下とかでも履きやすそうです。結構しっかりとストレッチ性もあって、なんかタイツのような感じでワンピースとかの下に履くっていうよりはスポーツの時にも着られるような感じだと思います。はい、まずセットアップを着てみるとこんな感じです。これはもう2000円後とは思えないぐらい高見えすると思います。このパンツはウエストがゴムになっていたりとか、全体的にゆったりとしたシルエットになっているので、締め付け感なく楽に着られます。あとはコーデに悩むっていう日もこれがあればもう悩まずにセットアップで着られると思います。今こういう風にセットで着てるんですけど、それぞれ単体で着ても可愛いので、いろいろ組み合わせながらコーデの幅も広がりそうです。でこちらもちょっとこの切り替えが高い位置にあるので、足が長く見えるし、結構この上はゆったりしているので、ちょっと厚みがあるニットとか着ても全然合わせられると思います。このベラーの表面の触り心地もめちゃくちゃ気持ちいいです。はい、あとはちょっと防寒対策として今中にさっきのレギンスも履いています。これはもう履いた瞬間からひんやりすることなく履けるのですごいあったかいです。あとはこの生地の表面がちょっと水着とかにありそうな感じの素材になっていて、さらっとしている分こういう洋服と重ねた時にひっつきにくいっていうのもいいなと思いました。でちょっとあんまり窮屈だったら嫌だなと思って今回 L サイズにしたんですけど、 L サイズだとやっぱり若干ウエストが結構緩めにはなるので、M でも良かったかなっていう感じがします。伸縮性があるのでピタッと着たい方だったら全然 S でもいけると思うんですけど、でも L サイズでもずれ落ちるようなことはないので、締め付け感がないっていう意味では全然問題なく履ける範囲です。こういうパンツみたいにウエストの一部だけゴムがあるっていうよりは幅広く全体的なゴムになっているので、お腹いっぱい食べた日でもグッと抑えられるような感じはないんじゃないかなと思います。結構こういうレギンスも裏起毛の加減によっていろんな厚みがあると思うんですけど、これはこの上から今ぐらいな感じのものを履いても着太りするような感じはないし、すごく使いやすいんじゃないかと思いました。これはもうこれからのまた真冬に大活躍しそうです。はい、あと3点あります。こちらデイジーレスのニットです。はい、こちらは V ネックになったニットになっているんですけど、このニット自体は結構硬めのしっかりとした素材のニットになっています。伸縮性はあるんですけど、柔らかい感じっていうよりはちょっとしっかりしたような、この生地がギュッと詰まったような感じのニットです。なので持った感じ、若干重みを感じるようなタイプのニットですね。はい、こちらは S サイズを着ています。 S でも十分ゆったり着れるようなセーターですね。長さ的にはお尻周りはカバーできるし、前はちょっと丈が短めで全体的に丸みのあるシルエットになっているので、今みたいにインして着なくても可愛いです。さっきニットだけ持った感じ的にはちょっと重みを感じたんですけど、着ている分にはそこまで重たい感じっていうのは気にならないです。それよりもその生地のよる重みによる高見えを感じられると思います。で今はさっきのベルアパンツと合わせているんですけど、この合わせ方もすごい可愛いし、他にもデニムとかスカートとかと合わせてもいいと思います。これはもう本当にどんな洋服にも合わせやすいニットですね。はい、続いてこちらニット素材のワイドパンツです。はい、こんな感じのシルエットのシンプルなパンツになっています。でこれもカラー展開がすごいたくさんあったんですけど、今回はブラウンを選びました。はい、近くで見るとこんな感じでウエストはゴムになっていて、で前はこの紐で固定もできます。でポケットとかはなくすっきりとしたデザインです。でこちらのパンツ実はこんな感じの裏起毛になっています。こちらは結構毛足が長めの裏起毛で、もう触った感じは結構滑らかな感じで、そんなごわつくような感じもなく着られます。結構毛足は長めの裏起毛になっているんですけど、この厚み自体はそんなに分厚すぎないので着太りもしにくいと思います。だから持った感じはニット素材っていうのもあってか、結構重量感があるような感じのボトムスですね。はい、こちら S サイズを着ています。これはもう本当にリラックスできるようなパンツです。もうニット素材になっているので、すごく伸縮性も高いし、ウエスト周りも柔らかいゴムになっているので、全然締め付け感なく着られます。部屋着にもぴったりだと思うし、ちょっとそこまでお出かけするぐらいにも使えると思います。
でこの裏起毛の感じはすごい肌当たりは優しいんですけど、表面がニット素材っていうのもあって、実際外に出た時に風を通すかどうかはちょっと分かんないですね。もしかしたらもしかしたら風は通しやすいんかな。でもなんか肌当たりっていうのはあったかいと思います。あとは1個こう注意点として言うとするなら、丈がね結構長めです。今私さっき紹介したブーツを履いて若干ちょうど床についてるぐらいだと思います。なのでこれ素足で履くと、もうお部屋で履いてる間はもう結構下踏んじゃう、かかと踏んじゃう可能性があるので、それだけ注意が必要かなっていう感じです。でもこちらも生地がすごいしっかりとしていて高見えすると思うし、お部屋でもちょっとおしゃれに着たいっていう時にぴったりだと思います。かわいい。はい、最後ちょっとパジャマを買ってみました。こちらデイジーのドット柄のパジャマセットです。はい、こちらがトップスで、はい、下はこんな感じのパンツになっています。でカラーはこのブラウンの他にベージュとピンクもありました。でこちらは結構薄手のパジャマになっていて、すごいね滑らかな生地で伸縮性も高いです。こう見ると結構透け感がわかるかな。なので普段着るには秋とか春頃にぴったりなパジャマかなと思います。ただ畳むと結構コンパクトになるので、なんかこれぐらいだったら旅行とか出張の時にも持っていきやすいパジャマかなと思って選んでみました。はい、こちらは M サイズを着ています。これ着心地めちゃくちゃ気持ちいいです。結構生地がさらっとしていて伸縮性も高いので、こう硬さとかごわつきとかも気にならずに着られます。あとこの袖周りとか裾のフリルもすごい可愛いです。でウエストはゴムになっていて、これ両サイドポケットもついていました。全体的にこう幅が広めでゆったりリラックスして着られるようなパンツです。パジャマとして着るってなった時にウエストにこう締め付けがあったら嫌だなと思って M サイズにしたんですけど、もう全然締め付けとかも気にならずに着られます。ただこちらも結構ね丈が長めになっていて、私が背伸びしてもちょっと裾がするぐらいの長さです。こうしたら踏みますねはい、でも今こんな感じでちょっと今ウエストの部分折り返してみたんですけど、そうするとそこまで裾をすらずに自然に履けるので、こういう感じで着れば全然問題ないと思います。股上も深くなっているので、こういう風に折り返してきても全然このお尻周りとかの窮屈さも感じずに着られます。でこれめっちゃ可愛いです。薄手で着心地も良くて可愛いパジャマ探してるっていう方はぜひこちら試してみてください。これはおすすめです。はい、ということで今回はシーインの購入品を紹介しました。シーインはお手頃で普段の日本でお買い物するのとはちょっと違ったデザインのものとかも見つけやすかったりするので、今回紹介したアイテムのようにちょっと一癖あるものが好きっていう方にぴったりだと思います。あとは今回紹介したアイテムも実際に実物を見てみてしっかりして高見えするものが多かったので、この動画を参考にお買い物していただければ失敗しにくいと思います。でお買い物の際はクーポンコードを使っていただくとさらにお得に買えるので、ぜひそちらもご活用ください。詳しくは概要欄に書いておきます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では池田真子でした。バイバイ。